皆さんこんばんは、おじいです。今夜の朗読は、芥川龍之介、年春。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を年春と言って、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし年春は相変わらず、門の壁に身を持たせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月が、うらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほど、かすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて、死んでしまった方がましかもしれない。年春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと王兵に声をかけました。私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、年春はさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか。年春は驚いて、伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり、空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが2、3匹、ひらひら舞っていました。年春は一日のうちに、洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった年春は、すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、
その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても、挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた妻子や美人が多い中で、年春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。年春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、年春が金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目ののボタンの花を、いずれも髪に飾りながら、笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでも、お金には際限がありますから、さすがに贅沢屋の年春も、1年、2年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春。また、年春が以前の通り、一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では碗に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように、片目すがめの老人がどこからか姿を現して、お前は何を考えているのだと声をかけるではありませんか。年春は老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。と、恐る恐る返事をしました。そうか、それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。年春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は3度、年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も、洛陽の西の門の下に、細々と霞を破っている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。
私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では、俺がいいことを教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、とししゅんは急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない。はは。では、贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと、とししゅんの顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。とししゅんは不平そうな顔をしながらつっけんどんにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は、とししゅんの言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は若い者に似合わず、感心に物のわかる男だ。では、これからは貧乏しても安らかに暮らしていくつもりか。とししゅんはちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろう。と、心よく願いを入れてくれました。とししゅんは喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒にガビ山の奥へ来てみるがよい。おお、幸い、ここに竹杖が一本落ちている。では早速これに乗ってひと飛びに空を渡るとしよう。鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の内に呪文を唱えながら、とししゅんと一緒にその竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると、不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。とししゅんは肝をつぶしながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門は、とうに霞に紛れたのでしょう。
どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短気そなり。三度学用に入れども、人知らず。浪銀して、引かす童貞か。